皆さんこんばんは、親かなです。今日はみんなからいっぱい質問があった漢方の話と、それに合わせて私のインナーケアの話をしたいなと思っております。普段飲んでるサプリとか、あとは取り入れてるものなんかも合わせて紹介していきたいと思っております。インナーケアに関しては、体のケアとしてもとても大事に思ってるんですけど、メンタルとか美容とかにもすごく強い関わりだったり影響だったりを持っているので、メンタルケアとか美容習慣としても考えているインナーケアのラインナップでございます。今日紹介するものに関しては、私が自分でリサーチをして自分で納得して、で自分の体に合ってたりとか自分の体に効果があったりするものなので、自信を持っておすすめはできるのですが、でも私やはり専門家じゃないので、あとはみんな情報の集め方とかも違うと思うし、優先順位も違うと思うし、それこそ体も違うので、自分のマインドとか体とかとも相談して取り入れてもらえたらなと思います。まずはインナーケアで意識していることから話したいなと思うんですけど、私が意識しているのが大きく分けて2つで、まずは腸とあとは血流で、腸に関してはもう体の中ですごく大きな役割を担っていって、腸の大事さみたいなところをいろんなところで聞く機会があると思うんですけど、それこそ幸せホルモンのセロトニンが作られてるとか、免疫細胞の半分以上がそこにいるとか、肌との関係もすごく強いとか、いろんなクオリティオブライフが腸の調子が悪いだけでガクッと下がるぐらい大事な臓器なんですけど、インナーケアの側面から見てもめちゃくちゃいいサプリを飲んだとしても、腸内環境が悪かったらうまく吸収されなくて全然効果が出なくてすごくもったいないので、そういう意味でも腸のケアは大事にしています。でその腸ケアで飲んでるのがこちら、プロバイオティックスです。でプロバイオティクスって今すごくいろんなものが出てると思うんですけど、平たく言ったら腸内のいい菌を増やして悪い菌を減らすっていう役割をしてくれるもので、やっぱりいろんな菌がたくさんあった方が腸内環境がよろしくなるので、腸内環境がよろしくなると、いろんなことが良くなっていく。その免疫が上がったりとか、あとはメンタルが安定したりとか、肌の調子が上がったりとかしていくんですけど、そういう意味でプロバイオティクスを取り入れるようになりました。で私が飲んでるこちら、結構今までいろんなブランドを試してきたんですけど、私はこれが一番効いてとても良かったでございます。iHerb で買えるんですけど、もう一回試してからずっとこれを飲むようにしていて、中身はねこんな感じで個別包装になってるんですけど、毎朝1錠私は飲んでいます。前はプロバイオティクス腸の調子が悪い時だけ飲んでたんですけど、でもやっぱ毎日飲むのが大事で、それは毎日飲めって書いてあるんだからそりゃそうだろっていうことなんですけど、でもやっぱ毎日飲むと全然違います。腸活その2、こちらです。梅エキスです。でこれは見たことない人もいるのかもしれないんですけど、梅をコトコト煮込んで作った梅の凝縮エキスみたいな感じで、見た目は真っ黒のテクスチャーは蜂蜜みたいな感じです。これも腸内環境を整えてくれる働きがあって、悪い菌をやっつけてくれたりとか、抗炎症作用、抗酸化作用、疲労回復、いっぱいいろんな効果があって、私が注目している血流にもいい効果があって、血流をサラサラにする働きが期待できたりとかもするので、一つで結構いろんなことをしてくれるアイテムというか食材というかものです。味に関してはすっごい酸っぱい、なんか梅干しとはまた違った酸っぱさがあって結構強烈なので苦手な人もいるのかもしれないけど、私は酸っぱいものが好きなのでそんなに抵抗なく飲めてるんですけど、お湯で割るといいよっていうことをおっしゃってる方とか記事とかでもあるんですが、私はお湯に入れるとそのなんか個性が爆発する感じがして逆に苦手で、寝る前に小さじ3分の1ぐらいをそのままパクッと私は食べてます。効果として感じているのは、やはり疲れにくくなったのと、あと寝起きがすごくよくなりましたね。でもちろん腸の調子の良さも感じてるし、これに関しては本当にいろんな効果が期待できるので、ちょっと一回梅エキスで調べてもらえると、もし自分が気になってることとか解決できそうだったら結構手軽に取り入れられるのでいいかなと思います。
腸活その3、こちら美人研究所のマクロビオティックビューティーペーストでございます。でこれ酵素なんだけど、中がねこういうパウチ状のものになっていて、このままチューって飲めるタイプなんですけど、オーガニックの野菜とか果物とか穀物とかその他86種類以上、すごくない？その数字のものがこう入っていて、こう小宇宙みたいになってる酵素なんですけど、酵素って一時期すごい流行っていろんなタイプが出たと思うんですけど、私個人的には加糖ブドウ糖液みたいな、そういうなんか取りたくないなあんまりって思うようなものが入ってるものが多いなと思って手を出してなかったんですけど、これに関しては余分な糖質とか添加物とかが入ってないので安心して取り入れられるなと思っております。甘酸っぱいデザートみたいな感じですごい飲みやすいし、私はこのままソロでいってるんですけど、ヨーグルトとかスムージーとかに入れてもいいかなと思います。これはめちゃくちゃ忙しくなった時とか、あとは風邪ひきそうな時とか、そういう心とか体にすごい負担がかかってるなって自分で感じた時に取り入れています。続きましてがこちら、アビオスの酵素です。酵素パワープラスとかそんな感じだったと思うんだけど、名前がパイナップルでできてる酵素です。原材料はパイナップルのみ、しかも無農薬っていうすごくシンプルで安心できる作りをしているパウダー状の酵素です。味がもうパイナップルなので食後のデザートぐらいの気分で食べたくなるぐらい、私はすごい美味しいなと思ってる酵素なんですけど、むちゃくちゃいっぱい食べちゃった、もうキャパオーバーだよぐらい、今日すっごい食事楽しいんだっていう時とか、あとはグルテンとかお肉とかちょっと消化にエネルギーを使いそうなものをいっぱい取った時にこれを飲んでます。で私は結構食べ過ぎた次の日とかグルテンいっぱい取った次の日とかは朝からお腹が張ることが多いんですけど、この酵素を飲み始めてからそれがなくなってめちゃくちゃいい、とても感謝しています。一つだけ気になるのが、すごい中で固まってダマダマみたいな感じになるんですけど、なんかこう変なものを入れてすごいサラサラにされるよりはこのシンプルな作りのままいてほしいなと、思っております。続きましてがこちら、もうこのチャンネルではおなじみのリポ C のビタミン C のサプリでございます。中はこんな感じ、これもパウチのタイプなんですけど、これ何がいいってリポソーム化されているので、従来のビタミン C よりも何倍も吸収率が上がるので、どうせ飲むんだったらこういうタイプのビタミン C が効率が良くていいかなと思います。これ前のタイプは本当に味が美味しくなかったのでもう苦行かなって思うぐらいの感じだったんですけど、でもすっごい効くから頑張って飲んでたんですけど、この新しいタイプはすごく飲みやすくなりました。もう全然何も苦じゃないっていう感じです。疲れた時とか風邪ひきそうだなっていう時が私は取り入れるタイミングで、毎日は取ってないんですけど、でも本当にもう今絶対体調とか崩せない大事な時期とか、あとは旅先でもう絶対もうフルフルで楽しみたいから風邪なんかひいてられないみたいな時とかにもすごい頼りになるビタミン C で、肌荒れに悩んでる人とかはいろいろ塗ったりとかするよりもインナーケアですごい効いたりすると思うので、腸活も大事だけど、あとはビタミン C 飲み始めたらすごく肌が良くなるケースも多いので、そういう人にもとってもおすすめのサプリです。続きましてがこちら、NMN です。もうこれはね、今めちゃくちゃ話題になっているサプリかなと思うんですけど、細虫遺伝子を活性させる効果があると言われていて、若返りサプリみたいな感じで呼ばれたりとかもしてるんですけど、実際テロメアを伸ばしたっていう研究結果が出てたりとかして、日本でも今すごいたくさんの種類が出てると思うんですけども、本当にピンキリでもう正直どれ選んだらいいのみたいなところがあると思うんですけど、私はこれ海外の
のものを飲んでおりまして、今はちゃんとラボでこの成分が入ってます、この成分は入ってませんみたいな結果を毎年ウェブサイトに公開しているブランドのものです。でやっぱ NMN ってすごい高いっていうイメージがあると思うんですけど、これに関してはね、アメリカドルで85ドルとか90ドルぐらいだったので、比較的コスパがいいものなんじゃないかなと思います。35歳以上は1日 500mg 以上が効果があるって言われているので、私はこれを毎朝2つ飲んでおります。で私が感じている効果としては、体全体の底上げ、もう疲れにくくなったし、元気だし、体が軽いし、そして肌の調子もいいし、なんかこう全体的に体のポテンシャルが底上げされたなっていう感じがしていますね。で NMN に関してはやはりこの新しくて若返りっていうところで注目されてるものなので、いろんな情報が今出てるし、見ていても日本語と英語の情報の温度差を感じたりとかもしてるんですけど、私が最初に興味を持ったのはこのデイビッド・ A. シンクレアのライフスパンっていう本がきっかけで、ここにすごくいっぱい NMN のことが書いてあって、研究のこととかも書いてあってすごい面白いし、ちょっと難しくて教科書っぽくなって読みづらいなって感じるところも正直あるんですけど、でも全体を通してすごく興味深くて面白い本なので、NMN 気になってるとか、あとはその老化若返りのこととかちょっと勉強したいとかっていう人は一回読んでみてもいいのかなっていうふうに思う本でございます。続きましてがこちら。はい、これももうおなじみですね。ネロリハーブのハーブティーでございます。でこれはカウンセリングを受けてブレンドしてくれるオリジナルブレンドっていうタイプなんですけど、これを私は毎日飲んでいて、これも巡りとか血流とかっていう感じにフォーカスしてるものです。で飲み方としては大さじ3杯のハーブティーに 800ml ぐらいのお湯を入れて10分蒸らして完成です。これを別の容器に移して、夏場はアイスティーにしたりとか、冬は水筒に入れてこう一日中熱々で飲めるようにして飲んでるんですけど、ハーブティーの効果としてはやはりこれも全体のこう底上げをすごい感じていて、私はねメンタルに結構効果を感じた気がしていて、こうやっぱり体調が良くなると心もつながってるから前向きになれた気がすごくしています。でもちろん疲れにくくなったりとか元気になったりとかしてるので、ハーブティーの効果もすごいなって思ってるんですけど、サプリってやっぱり分解するのに肝臓とか腎臓とかに多少ないとも負担がかかるし、頑張らせることにはなるので、できるだけ必要以上のサプリを取らないようにしてるので、こういうこの植物の力でインナーケアできるっていうのはすごく大事かなっていうふうに思っております。オリジナルブレンドのカウンセリングに関しては紹介制なんですけど、でもそれ以外にもお悩みに合わせたブレンドティーがいっぱい販売されてるので、私も自分の体調に合わせてそのブレンドティーを生活に取り入れたりしてるので、ぜひ興味がある方チェックしてみてください。そして最後にこちら、はい、漢方でございます。最近飲み始めてみんなからすっごいたくさん質問をいただいて、みんな漢方についてすごく興味があるんだなって思ってびっくりしてたんですけど、私はこれを先生に診察してもらって処方箋を出してもらって飲んでいます。体のことで改善したいことがあったので飲み始めたんですけど、詳しい症状とかを聞かれたんですけど、それは個人的なことなので詳しくは話しませんが、これも巡りとか血流とかにフォーカスしているものです。これが1日分なんですけど、これを煮出して朝夕の食前に飲んでます。このタイプとは違って煮出す作業が必要なんですけど、1日分作るのに40分ぐらい煮出す必要があって、面倒は面倒。でも先生に聞いたらインスタントコーヒーとコーヒー豆ぐらいの差があるって聞いたので、せっかく飲むなら最大化したいな、その効果をっていう思いでこっちの生薬のタイプにしました。自然のものなのでできるだけ自然の形に近い形で
いただきたいなっていう気持ちもあるので、私は生薬にしています。生薬って高くないですかみたいな質問をいただいてたんですけど、今は保険が効く生薬もたくさんあって、私は保険が効く生薬を飲んでます。で、どこのクリニックに行ってますかっていう質問ももらってたんですけど、これに関してはやっぱ近いところが一番いいと思う。まめに通うことになるし、診察してもらった後にお薬を調合してもらうことになるんですけど、やっぱ普通のお薬だったらパッてこう出てくるんですけど、生薬は1日これを何グラム、あれを何グラムみたいな感じで、こういろんなものをこの1回分に混ぜて作ってくださるので、結構時間がかかるんですよ。だいたい私行く時1時間ぐらい調合を待ってることになるんですけど、やはり長く続けて意味があるものだったりするので、できるだけ自分が続けやすい環境づくりにするのが大事かなと思って、お家から近いところが私は一番のおすすめです。で、味は美味しくないです、はっきり言って。もう本当に薬草の味するし、っていう感じの味もするし、最初の頃はなかなか苦戦してたんですけど、もう今2ヶ月ぐらい飲んでいて味にも慣れてきたし、あとはもう漢方のある暮らしみたいにも慣れてきたので、もう全然なんかはい漢方の時間ですみたいな感じで飲んでるんですけど、最初はちょっとおーって思う人もいるかもしれないです。で、効果に関してはゆっくりゆっくり感じていて、やはり体が元気になったなっていうことと、あとは体が冷えにくくなったのはすごく感じている。前よりも内側からちゃんとあったかいみたいなことを感じやすくなりました。で、あともう一個びっくりしたのが、夫婦で風邪をひいた時にだいたい私の方が悪化するんですよ。私の方が1000の 2,3 倍ぐらい辛い症状になるんですけど、漢方を飲み始めてから夫婦で風邪ひいた時に1000は結構高い熱とか咳がずっと出てたりとかして辛そうだったんですけど、私はそれの超マイルド版みたいな感じで辛くなかったんですよ。で、これは今までになかったことだぞと思って、これ絶対漢方だと思うって私は思ってて、それに関しては結構びっくりしました。始めてみたらそんなにハードルが高くなかったから、漢方に興味があったけどちょっとよくわからなくて始められなかったみたいな人は、ちょっと一回ぜひ診察に行ってもいいかなと、思います。はい、こちらでインナーケアのビデオ以上となります。今日は私が効果を感じているものを紹介させてもらったんですけど、インナーケアってやっぱりサプリとか植物の力とかもとってもいいと思うんだけど、やっぱり食生活が要かなと思っていて、せっかくいいものをね取り入れても普段変なものばっかり取り入れてたらしょうがないし、こう効果を感じやすくしたいとかすぐ結果出したいみたいに思ってる人は、ちょっと食生活も意識するとすごくいいかなと思います。いつも通り紹介したものに関しては概要欄のところにリンク貼れるだけ貼ってあるので、気になるものがある方はぜひそちらをチェックしてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは次のビデオまで、またね。